今回はですね、こちら用意しました。はい。これわかります？棒ですね。はい。もう私レベルになるとスッとわかります。わかります。棒です。素晴らしい。はい。金属の丸棒を4種類用意しまして、パッと見ね、全部一緒に見えるんですが、それぞれ地味な違いがあります。こちら SS400。SS400。聞きなじみのあるはい一般鋼と呼ばれるやつですね。で、これ S455C。これもしこたま削ったと思います。学生時代。なるほど。はい。で、こちら、これ分けてあるのは理由があって、これとこれは似てる、これとこれは似てるっていう感じなんですね。なるほど。で、こちらが、SAS303。303ね。303です。で、こっちが SAS304。なるほど、なるほど。っていう4種類の金属を用意しまして、はい、まあ、おおよその企画の概要が分かりました。分かりました。分かりました。さすが。はい、これはですね、まあ、分かった人も多いんじゃないでしょうかね。はい。いますかね。いると思いますよ。この分野に特化した人は。はい、まあ分かってると思いますけど、非常にマニアックな動画となっておりますので、はい、ご注意ください。まあ、知ってる人には知っているけれど一般馴染みはしていない知識というところで、そうですね、はい、でも知ってたら結構便利というか、いろんな材料選定に役立つんじゃないかと。材料選定を役立てる人どんな人だろう。多分それは知ってると思うんですけど。なるほど。ちょっとね、それを、4種類用意しまして、地味に似てるけど実はちょっと違うんだよっていうのを、今から、検証していく動画となっております。このマニアックな使い分けで世の中成り立っておりますのでね。そうなんですよ。金属ってもう200種類以上あるんでね、鋼だけでも。鋼だけでも、アルミともなると、ステンともなると、もうこれですね。いろいろあるんでね。はい。じゃあやっていきたいと思います。噛んだから今のなしですね。マジですか。まずは SS400 と S455C の違いについて、調査していきたいと思います。はい、調査。まず違いですね。ともに炭素鋼です。機械構造用の一般的な材料で、本当に、鉄といったら鋼といったらこれみたいな一番ポピュラーな、材料。どっちかみたいなところ多いですね。多いですよね。はい。で、SS400 に関しては炭素量が 0.05% 程度となっておりまして、ちなみにこちら S455C の炭素量、ヒロさん分かりますか？ 45% です。はい、首。はい、これね、あるあるなんですよね。これ学校時代先生からめちゃくちゃクイズ出されて、話聞いてないと大体みんな 45% って言っちゃうんですよ。やったな、かいつみたいなね。やっぱ聞いてなかったなと。はい、正解は 0.45% となっておりまして、SS400 に比べて、耐久性が高く、少し硬いわけですね、炭素量が多い分。で、切削性に、硬いから切削性に優れてて、ちょっと、一般の方は意味わかんないと思うんですけど、粘いと削りにくいんですよね。それに比べて少し硬くなっているので、切り子がサクサク、削りやすいよという。私の解釈では、削るときに熱が入ります、その熱で焼き入れされます、切り子が薄いんで焼き入れされます、より硬くなります、砕けますっていう、そうですね、削りやすさがある。素晴らしい。はい、そうです、その通りです。はい。で、それに比べ SS400 の特徴は、溶接性が非常にいいと。S455C を溶接してしまうと焼きが入ってしまって、そこでクラックがね起きて割れちゃったりしやすいってことで、一般的な溶接には SS400 を使われることが多いとされているそうです。あと価格も非常に安い。これに比べて安い。炭素鋼ってイメージがないですけどね、炭素のなんか指定がなくて、引っ張り強度で、区分されているっていう感覚ですけどね。一応僕のメモによると、炭素も一応入ってるらしいです。 0.05% 以下、入ってるけど炭素の指定はないですよ。別にこいつを作るにあたって炭素が触れててもいいわけです。炭素量がどこの基準もないので触れてて、だからうっかり焼きが入るやつもあるかもしれないみたいな。そうですね。だからこいつの400っていうのは確か引っ張り強度に対するその400だったはず。こっちは炭素量の45ですよね。45、この400は引っ張り強度だったと思うんですよね。ちょっと後ほどテロップが入ってるでしょう。他のテロップが入れときます。じゃあ早速、削って違いをね見ていきたいと思います。これは SS400 です。切り子が少し伸びやすい、パラパラしにくい。ただ、テストしたんですけど、そこまで明確な違いはやっぱり出にくいですね。ドリル系もちっちゃかったりするんで、
ただ、あれですね、マシニングでやればいいやんって思われるかもしれませんが、マシニングでやる人違い分かってるんですよ。そうだから多分一般の方は卓上旋盤はね、そう使いうるということで、なんで、これでやります。あえてね。で注目してほしいのが切り子の色だったりとか音、そこに注目してほしいですね。これはあんまり出ないかもしれないですけど、特にサスなんかは音結構違い出るんで、実際にドリル、まずはかけていきたいと思います。はい、こんな感じで切り子がちょっと伸びてる。そんなに悪くないですが、一応切り込みね採取しておきましょうか。こんな感じ。続きまして S45C に交換しました。条件同じです。いきます。はい、こんな感じですね。そんなに変わらず変わらんのですが、マシニングでやると結構顕著に出るんですよね、実は。マシニングでやるときに変わるのは、こういういわゆるツイストドリル、排出のツイストドリルだとあんま変わりません。速いやつですよね。そう長高のスローアウェイとかっていうようなチップ式のドリルだと結構違います、ね。結構違います。ゴリゴリいますもんね。はい、SS の時。SS400 でチップ式のドリルを使うときに SS400 特化のチップを選んでないと、急に難作材になる。そう本当にすごいねちょっくなるんですよね。ゴリゴリって切れ味のいいスローアウェイドリルを SS400 で使う必要があります。あんま考えんでも S45C の場合は勝手に焼きが入るので、勝手に砕けていくみたいな感じですね。そうなんですよ。はい、汎用旋盤、卓上旋盤においては、ドリルは大差がない。大差ないですね。で焼きもこれくらいだと入んないんで、回転数もね大したことないですし、切り子一応採取しておきます。はい、では SS400 の外形加工いきます。切り込みは片肉 0.5、直径1ミリで、送りが 0.4。はい、非常に心地いい切り子が出てますね。はい、こんな感じです。ちょっと多少やっぱ炭素が入ってるんで、焼きがね入って焼きが入って後でじっくりお見せしますけど、ほんのり茶色っぽく。黄土色というか茶色いというかね、こんな感じの色になってます。鈍い色ですね。旋盤の外形切削した切り子が口に刺さるのが嫌いでね。僕はここに入ってチに当たったことある。どんだけガバガバやの。ズボンももうちょっと締めとけ。それガバガバ。なんかこうあーってなった時に入っちゃった。ここで熱ってまずなって、そういうシチュエーション結構あって、あります学校で実習してた時、旋盤がこう斜めに配置されてるじゃないですか。で僕がこう加工しているところの斜め前の人が加工してたんですよ。その時にメガネのここに入ったんですよ、切り子が。メガネしてたんですよ。メガネしてたんですけど、ここに入ったんですね。熱いっつってこうわーってなってるのに、送りは送られたままっていう。でそれ危ないって止めたことあります。めちゃくちゃ怖い。このレベルじゃないから、こんなチャックがブーン回ってるのにこうブーンっていってたから、もうガチャン。だからこういうの外しちゃダメですよ。本当にメガネもちゃんとしてくださいね。いや気をつけてください。めっちゃ熱いんでね。はい、ではS45C の外形加工いきます。条件同じです。そうですね。ちょっとなんかさっきは SS400 雑味がありましたね。ここにガサガサした感じがあったんですけど、なんかキュリキュリ言ってるような甲高い感じの高音が結構入ってるような感じですね。もう一回いきます。で切り子の色熱いですよ。マジで熱いです。こんだけねキャリアがあってもね、旋盤の切り子を素手で触ろうとするポンコツ加減ね。
この色なんですよ。青いね。青い。これがね、本当に熱い。SS400 でもパラパラ切り子は出てましたけど、まあ、より、パラパラしやすいのが S45C。非常に削りやすい。だから、技能検定、旋盤の技能検定とかも絶対 45C ですよね。そうですね。で、もっとパワーのある旋盤だと、もっと切り込むんですよね。そう。もっと切り込むと、より切り子がばらけやすく、より切り子がつながりやすくなるので、SS400 の方は。条件が上がれば上がるほど、加工条件が厳しくなるほど、SS400 やりづらく、S45C はやりやすい。ですね。まあ、このクラスだと、何かはない。知ってみないと、なかなか違いを見出せないかもしれない。そうですね。使い道ですね。溶接できるかできないか。そうですね。使用用途に合わせて。あと焼き入れをするのかしないのかね。45C だと焼き一応入りますもんね。入ります。はい、こんな感じです。はい、続きまして、SAS303 と SAS304 の違い。これ数字がね、一番違うだけでも全然違うんですよね。全然違いますね。はい、説明しますと、共にステンレス鋼、鋼なんですが、主にですね、食品機器とか医療機器に使われる高級な材料とされてまして、主な違いは成分と加工性です。さっきと一緒ですね。SAS303 には硫黄が添加されておりまして、切削性がいいということが特徴です。そのため SAS303 は自動車部品とか機械加工部品に使われて、304は食品機器とか医療機器に使われることが多いとされています。加工した感じ、今からお見せするんですけど、303は切り子がね、パラパラと、落ちていくような、本当に真鍮のちょっと硬いやつを削ってるような感覚で、比較的楽に削れる材料。しかし、SAS304 は加工効果を起こしたりとかして、結構厄介っちゃ厄介な材料ですよね。さっきの鉄と違って結構近いんですよ、特性自体が。結構近いんだけども、加工がね、あまりにもしづらいんでしょうね。ゆえに加工しやすくしたよみたいな素材なんですよ。そうです。そのさっきの鉄とは違うんですよね。さっきの鉄は明らかに役割分担があったんですけど、こっちは結構近い用途。だけどやたら削りやすい、やたら削りにくいみたいなね。なんでもう全部これでいいやん、SAS303 でいいやんって思っちゃうんですが、硫黄がね、そうです、ちょっと悪さして、値段がねちょっと高かったりもありますし、溶接ができないまではいかないですけど、非常にしづらいとされてるらしいです。なんか硫黄のせいですよね。その 45C もさっきの 45C も溶接はできるんですよ。これもできなくはないんですよ。ただ向いてはいない。向いてはない。こっちはサスの溶接で使われている素材といえば304。そうですね。板なり丸なり角なり大体304です。303で溶接、多分ね、溶接屋さんも嫌がるんじゃないかなと思います、ね。303はもうほんま削り出しでそのまま使えるようなところに使われている。っていう違いがあるんですが、加工の違いもね、見ていきたいと思いますので、これからやっていきたいと思います。はい、ではですね、SAS303 の穴開けをやっていきたいと思います。条件は先ほどの半分ぐらいの500、600ぐらいの条件になっています。いきます。加工音と切り子に注目してください。はい、結構ねサクサク削れるはずです。結構パラパラした切り子が出ますね。物のようなそうですね。はい、こんな感じですね。なんていうの、楽です。非常に楽。パラパラした切り子が出てきます。トルク感はどうでしたっけ？もう軽いですね。あんまり変わらないです、鉄とも。全然、いけちゃう感じ。これが結構304だと変わってきそうですね。結局のところこの304が一番の難敵ではありますね。そうですね。この中だと一番、やっちゃいがち。ドリルをお釈迦にしたりとかね、条件間違えるとドリル溶けますんで。多分一般的に卓上旋盤を買って難儀するのは304だと。そうですね。僕がちょっと前の動画で結構大きめのSAS304を削ったんですけど、外径も大きいからトルクが結構いるんですよ。サスを削るのにトルクがいるから、で外径も大きくなってモーターに結構負荷かかってヒューズ飛んだりっていうのがね結構ありました。外径が大きいと回転数を上げれないですよね。モーターのいいところを使えないみたいな。そうなんですよ。なんでいきますか。
304の穴あけいきます。条件は同じです。はい、肩入りました。まあ送りを上げれば結構分断はされますが、やっぱりちょっと切り子は伸びがちですよね。粘いんですよ。これが多分嫌だったんでしょうね、昔の人。だからSAS303が開発されたんだと思いますよ。ですね、切り子が切れないからっていうよりかは、めちゃくちゃ熱持つんですよ。で、刃がすぐダメになるんですよ。そうですね。なんで、304はすぐ研がなあかんとか、結構厄介。そうですね。だから順調に加工できてても急にダメになったりとかね、あるんで、そういう厄介な材料。切り子はね、やっぱ伸びます。これもね、ドリルもね、ちょこっとしかやってないからあれですけど、たくさんやればやるほど304は何回も研がなくて、ね。そうですそうです。303なら割とずっと加工できます。そうですね。で、あと304とかでロングにねなってくると、加工して戻して加工して戻してってステップ入れるんですけど、やればやるほど刃にダメージ、加工効果で起こしてだんだんワークがね硬くなっていくんですよ。で今完全にねこうドライでやってますけど、はい、油をかけながらとかじゃないと長くは使えない。そうです。はい、だからドライを推奨してるわけではございませんので、ね。そうですね。であとサス用のねドリルとかもちゃんとあるんで、本当はそういうのを使った方がより長持ちして使えると思います。続いて SAS303 の外形加工いきます。条件回転数は下げましたが切り込みとか送りは同じです。では鉄と同じ。鉄と同じ、はい、回転数だけ下げてます。ではいきます。ちょっとカメラいけるかいいか。はい。ちょっと待ってよ。こっち閉め忘れました。くっそやばいことくっそこれもう事故っす。なんとかなったけど事故っす。これ304だったら危なかったですね。これ汎用旋盤だったら大事故になってます。いやね、これなんで緩めてたかっていうと、カメラでねドリルの時こう映っちゃうんですよ。だからちょっと緩めとったら忘れちゃいました。やばい、今心臓キュッてなったやばい。危ない危ない。もうちょっと突き出し長くして一応削れたんでよかったですね。危ない危ない。やば。はい、すみません、もう一回いきます。ちょっとね高音が鳴ってましたが、切り子は非常にパラパラと分断されていて、非常にね処理のしやすい切り子になってますね。加工はしやすい感じがありますね。もうちょっとねキュッ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 言ってるから若干怖いと思うかもしれないけど、ビビってるのもあるかもしれない。突き出しが長い、ちょっとビビったかもしれないですね。なるほど。なんていうかそこまで不安感のないというか。そうですね。もう全然安心して削れるんで、溶接しないのであれば、303が卓上機使う上では非常にいいんじゃないかなと思いますかね。はい、では最後 SAS304 の外形加工いきます。条件は先ほどと同じです。いきます。もう一回いきます。はい、こんな感じですね。もう結構これですね。昔の少女漫画的な髪型のお嬢様とかがねやってるようなカールした切り子、若干なんていうのかな、色が変わってるような変わってないような光沢が出てますよね、切り子に。これは機械的な問題なのかちょっとビビってはいますけど、やっぱり荒乗りなんでね。なんていうか結構トルク負荷かかってんなって感じがしますね。モーターの回転数もちょっと落ちてるんで、やっぱりこれを長時間やってると、モーターもどんどん熱くなっちゃうんで、あんまり
長時間の加工は厳しいかもしれないですね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こうやってね、比べながら削っていくっていうのって、サラリーマンの時でもなかなかね時間作ってやらないと難しいと思うんで、膨大な経験の中の、こう取り集めた経験の違いだよね。そう感覚でしかないですね。感覚ですね。でやっぱりね、違い結構出ました。こちら奥から、SS400、S45C、SAS303、SAS304 と。で特にキリコはですね一番違いが顕著に出たやつだけ抜粋してやってますんで、必ずしもこういうのが絶対出るっていうわけではないので、そこら辺はご了承ください。同時に結構いろんなキリコが出てるんでね。そうこればっかりってわけじゃないんで、一応一番目立つやつを、動画用に撮ってきました。303こんなに違うっていうね、外形のね、全然違うんですね。鋳物じゃん。ほんまになんかパラパラしたキリコ、でやっぱこういう、304もねちゃんとつながってなんかね硬いキリコになってるんで、卓上旋盤でやると職業レベルでやっている時ほどの違いが出ないなっていう。もっと違いますもんね。もっと違うんですよね。そう条件がもっと能率を重視して、もっと速い条件とかもっと切り込んだ条件でやるので、もっと嫌な感じになるんですよ、304と SS400 が。特に SS400 に関してはドリル外形もね、知れてますけど、304に関しては全部ね結構しんどいですよ。なんですが、卓上旋盤でやる分にはこんな程度の違いかと。そうですね。特にその切れがいい間は。そうですね。チップがちゃんと新品の間とか新しい間は比較的良好に削れるかなっていう感じですね。チップの切れがね悪くなってきたら304もうほんまにただのね、いやめっちゃしんどいですよ。害悪ですね。加工性はね。で特に卓上旋盤で注意してもらいたいのが、切り込みを多くいけない分ちょっとずつ削らないといけないんで、加工効果を起こしやすいっていうのはあるんですよ。今回2パスぐらいしか走ってないんで大したことないですけど、チップが悪くなってもっとパス数増えるとどんどん削りにくくなっていくんで、そこら辺はねちょっと注意してもらいたいと思います、ね。加工効果ってなんやねんっていうところなんですが、加工していますで離しますってした時にちょっと加工してない時間があるうちに硬くなるんですよね。なんでなんか分かりませんけど、焼きじゃないんですよね。そう、焼きじゃないんですよ。焼きじゃないんで、この絶妙に硬くなってるっていうやつで、なのでSAS304 のドリル加工する時っていうのは、条件を落としますと、回転数を落として切削熱が出にくい条件にします、かつ水なり油なりをかけ続けます、切り込み続けますっていうのがドリルのコツなんですよ。だからこのなんかピュッピュッて出るやつあるじゃないですか。油とかピュッピュッてノズルで、ああいうのをビャーって出しながら加工してたりしましたよね。しました。っていう風に冷却とあと常に加工し続けるみたいながコツなんですよね。あと304の話でいうと反りが結構すごくて、加工熱による僕のサラリーマン時代の経験で、僕じゃなくて先輩がやらかしちゃった事件があったんですけど、結構大きめの円盤を削るのに普通だったら、こう削っていくと思うんですよ。円盤に対してこう軸方向に、けどその人は刺すの経験があまりなかったようでこう削っていっちゃったんですよね。刺すの経験鉄でもそんなパス出すかでもこうな削っちゃったんですよ。で結構薄もだったんでどうなったかというとポテトチップスみたいに反り上がってもう着から外れるんちゃうかぐらいの勢いで反ってました。なるほど。そういうこともあるんで、SAS304めっちゃ反ります。肉を取るとめちゃくちゃ反りますね。マシニングでもそうです。だから仕上げの交差入れるときは結構シビアにね。だからマシニングでSAS304を削るときは大きめの材料からもう取れるだけ取り切った後、最後外形をまた改めて引き直すみたいなやりますね。これが45C とか SS400 だとほぼ必要ない。そうですね。そこまで反らないですね。っていうそういう加工性の違いみたいなこともありますので、ぜひ何か参考になったら幸いです。あくまでもこの動画は僕らの加工経験をもとにしてやったもので、材料の、専門家とかではないので、詳しく知りたい方はネットなり何なりで。これがね深い話でね、同じSAS304でも
熱管と冷感で違うんですよ。冷感はバチバチ加工硬化した状態の素材なんでバリ厄介なんですよ。熱管の SAS304 は304なんですよ。冷感の SAS304 は嫌がらせのような素材とネバネバっすね。ネバネバやわ硬いわ歯持たへんわでありました。あるんですよ。特に、旋盤系の材料でいうと TP 材、最初からパイプになってる材料あるんですけど、それのサスはやばいです。マジでやばいです。バリがもう伸びに伸びてめっちゃ削りにくい。サスはね、もうバリエーションによってめちゃ同じ304って言っとくくせにお前みたいなありますね。その点この 45C は常に安定してますね。安定しますね。303も安定してますね。まあ厄介なのはこの304ともうピンポイントで厄介な部分が出がちなのが SS400 みたいなね。加工ですよ。加工の範囲で。それぞれね必要な特徴があるんですよね。ステンレスで、錆びてほしくないところ、環境いいところで溶接も必要だよ303、構造物を作りたいですよと、パイプと例えばなんかエンドにねボルトを通すところを溶接したいみたいな時に使うの SS400 ですよと、もう削り出しそのまま、あるいは焼き入れがちょっと必要ですみたいな S45C という感じですね。そうなんですね。でこの SAS303 っていうのが溶接しない SAS304 みたいなね、感覚ですね。ほぼ同じ、溶接しないぐらいの感じですね。今回たった4種類でこんだけ喋れるんで、もっともっと本当は材料あるんでね、もしこの動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタンとかコメントとかしていただけると嬉しいです。好評であればアルミバージョンとかね、アルミもすごいじゃないですか。純アルミとかアルミね、7075とかね、7075あるんで、そっちも好きな材料なんですか？全部で？金属全部で？金属全部で。その加工性だけじゃない。僕 SKD11 の切り子がめっちゃ好きです。SKD11 ね。なんかね、水色のグラデーションみたいな。青という一言で言ってしまってはいけないなんか美しさがあるんですよね。SKD はマジで好き。11。なるほど。なんですか？私64チタンです。私64チタン好きなんですよ。もうね、64チタンって SAS304 とあんまり変わらん見た目してるんですよね。あんま変わらんですよ。で、持った瞬間に違和感がある軽さなんですよ。めっちゃ軽いですよね。で、アルミほどは軽くないですよ。だからこの異質な感じ好きなんですよ。なるほどね。で、切削性も、SAS304 に似ているんだけれども、そこまでいやらしくないかな。そうなんですか？反りもそこまでないですよ。なんで割と削りやすい、軽くて強くて、なんか違和感のある材料ということで64チタン好きですね。ちょっとめっちゃ高いですよね。高いです。64チタンね。高いですよね。なるほどなるほど。もらえるなら金とかがいいですけどね。そうですね。一切削りませんけどね。あれ金削る会社とか切り子とかね集めるらしいですもんね。そうですね。もったいないからね。そういう会社もあるらしいですね。余談でしたけど。というわけで好評であれば他の金属もやりたいなと思います。鉄でもね、ブリハードン鋼とかね、いろいろあるんで本当にやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。